新ジャンルを開拓したレトロゲームたち。ゲームは現代には欠かせない娯楽です。今20歳の人は生まれた時にすでにプレイステーション2が存在する世代。時の流れは早いですね。技術の進歩により開発側も手軽にゲームを作れる時代ですが、昔はどうだったのでしょうか。ゲームの歴史と現代では当たり前となったジャンルを開拓したレトロゲームたちをご紹介します。日本のテレビゲームの元祖と呼ばれるテレビテニスは、シルバニアファミリーや野球盤で有名なエポック社から発売されました。四角いボールを画面の両サイドに出てくる細長い長方形のラケットで打ち合いするだけのシンプルなゲームでした。もちろんカセットという概念はなく、テニスしかできません。ここまでご存知の方も多いと思いますが、実はワイヤレス通信を使ったゲームということは意外と知られていないのではないでしょうか。本体から UHF 帯の電波を発信し、テレビ側で受信するという方式を採用しています。つまり今の地デジ用のテレビではプレイすることはできません。価格は驚きの19,500円。大卒の初任給が9万円ぐらいの時代ですから、現在の価格だと5万円くらいです。お金持ちしか買えませんね。そして一般庶民にテレビゲームが広がる大きな要因になったインベーダーゲームが登場します。インベーダーゲームは家庭用ではなくアーケードゲーム。喫茶店に大量に配置されることになりました。まだゲームセンターなどなかった時代、テーブルとしても利用できるインベーダーゲームはお店側としても導入しやすかったようです。プレイヤーも高額なゲーム機を購入する必要がなく、コイン1枚で手軽に遊べます。インベーダーゲームを店に設置すれば売り上げが増えると噂になり、瞬く間に日本中に広まりました。その後、任天堂からファミリーコンピューターが発売され、ゲーム機戦国時代が始まります。今までほとんど線と点でできていたゲームをしていた人たちに、ドンキーコングやマリオという新たな仮想の世界が与えられ、ゲーム業界は一気に加速します。ここからは新ジャンルを開拓していったゲームを解説していきます。1、ER カンフー。格闘ゲームの元祖ともいえる存在ですが、実は2人対戦ができません。カンフーの達人だった父の無念を晴らすため、格闘大会で優勝を目指す主人公。中国全土で悪行を重ねるチャーハン一族を倒すため、メンマの塔へと乗り込むという内容。ちなみに、ドラゴンボールの連載開始が1984年、ER カンフーが1985年、ドラゴンボールの天下一武道会が1985年連載とのこと。ゲームの開発には時間が必要なため、パクリではなさそうです。当時の流行りだったのでしょうか。その後、ストリートファイターが登場します。ここから体力ゲージのある2人対戦がメジャーになります。この頃は竜と剣しか操作することはできませんでした。すでにリーという中国人キャラが存在していますが、その後登場する容姿端麗なチュンリーではなく、ただのおじさんですのでご注意ください。2、ときめきメモリアル。恋愛ゲームの元祖。バーチャル恋愛という新たな文化の火付け役です。VTuber の元祖とも言えるかもしれません。当時、経営不振に追い込まれていたコナミが諦めムードで作ったゲームで、実は低予算ソフト。グラフィックのクオリティはあまり高くなく、ゲーム紹介雑誌でも不評。しかし
オタクたちの間で口コミで噂は広がり人気に。登場人物がしゃべるという当時にしては画期的なシステムでハマる人が続出。主人公のパラメーターがゲームに影響するため、ときめきメモリアルメモリーカード事件が発生しました。これはチートによる改変セーブデータを格納したメモリーカードを販売した会社に対してコナミが訴訟を起こした事件で、このメモリーカードには本来低いパラメーターから始まるべき主人公のパラメーターがゲーム開始時点から最高値だったり、卒業間近の場面から始められるデータが入っていました。パラメーターを上げるのが難しいがゆえ、購入する人が多かったようです。好きな女の子に貢ぐことにリアルもバーチャルも関係ありません。しかし、このメモリーカードの販売は違法と判断され、最終的にはコナミが裁判で勝訴しています。3. ホーンテッドハウス。1982年に発売されたホラーゲームの元祖。お化け屋敷を探索するゲームで、主人公は目のイラスト。真っ暗闇の中を探索していると、いきなり後ろからモンスターが登場し追いかけられます。効果音が怖いです。マッチを使うと少しだけ周りが見えますが、モンスターが来ると風が吹いてマッチの火が消えるという容赦ないシステムで難易度高めです。バイオハザードのようなサバイバルホラーの原型となったソフトです。モンスターが迫ってきてるのに行き止まりで進めない。そんなホラーゲームにありがちなシチュエーションはホーンテッドハウスでもすでに存在。むしろ敵を倒せないので、そのシチュエーションしかありません。銃を使えるバイオハザードはまだ恵まれていた方だったんですね。2010年には 3D 化されたリメイク版ホーンテッドハウスも販売されています。4. パラッパラッパー。音ゲーの元祖でミュージシャンが企画して制作されたゲームです。ストーリーはスクリーンのスーパーヒーローに憧れたパラッパが彼のようになって思い人のサニーを振り向かせようと決意する。空手道場、教習所、フリーマーケット、料理番組、個性豊かな先生のラップ指導を受けて様々な経験を積んでいくパラッパ。果たしてパラッパは生かした男になれるのかというもの。2017年に PS4 版リメイクも発売されています。ビートマニアやダンスダンスレボリューションなど、リズムに合わせてボタンを押すというジャンルを開拓した作品です。テレビアニメも放送され、ゲームをやったことがなくてもパラッパの存在は知っているという人は多いです。ちなみにアニメは1年も経たないうちに放送終了。ツッコミ不在のカオスアニメとして知られています。5. シムシティ。1980年に登場した初代シムシティは、都市育成シミュレーションに大きな影響を与えた名作。完全に大人向けのソフトで、住宅、商業、工業地帯には低密度、高密度などの区別があり、難易度が非常に高いゲーム。普通のモードの他にも、災害や問題の起きた都市を期間内に復興させる8つのシナリオが用意されていて、怪獣が襲来するという災害の怪獣は、見た目がそっくりなため、ゴジラと呼ばれていました。シムシティがなければ、マインクラフトもなかったことでしょう。6. ネバーウィンターナイツ。オンラインゲームの元祖。通常の RPG と違い、シナリオを自由に作成するためのツールセットが同梱されていて、ユーザーがオリジナルの作品を作り上げることができ、またそれをオンラインで他のプレイヤーとプレイすることも可能。リアルタイムにオンラインでゲームに介入し、セッションを開催することができるディアブロや
ウルティマオンラインの原型ともいえるソフト。ストーリーはネバーウィンターで起こった謎の疫病の調査をするというもの。当然調査だけでは終わりません。海外のソフトなので西洋の騎士が存在する世界観ですね。リメイク版も出ていますのでチェックしてみてください。Steam で2050円です。いかがでしたか？現代のゲームにつながるレトロゲームをご紹介させていただきました。レトロゲームってパッケージのデザインがいいんですよね。ステージクリアの扉絵を見るために頑張ってプレイしていた記憶があります。レトロといえどまだ遊んだことがない人にとっては全て新作。リメイク版も多く出ていますのでぜひプレイしてみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。